ハロー皆さんこんにちは。天カースチャンネルへようこそ。 Welcome back to my channel。 皆さんいかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。本日は1月の最終日、末日、1月31日になっております。はい、ということで、どんどんですね、今回も2024年世界予言の方ですね、続けていきたいと思います。今回はその3話目になります。タイトルが2024年世界予言、火のエネルギーが炸裂、火がものすごいというタイトルでお伝えしている、世界的預言者のジョセフ・ティテルさんの動画の予言になります。動画で紹介されている予言ですね。で、アメリカ最強の預言者ジョセフ・ティテルさん、誰なんだかわからないよという方は、概要欄の方に、予言的中連発サイキッカージョセフ・ティテルさんについての、リンクを載せておきますので、そちらで確認してみてください。でもちろん今回ご紹介しているジョセフ・ティテルさんご本人の動画、2024年をサイキック予言、素晴らしい年になるという、2時間22分18秒の長編のビデオもですね、リンクを概要欄の方に貼っておきますので、皆さんご自由に見てみてください。で、こちらジョセフさんが配信した動画なんですけれども、ご本人曰く日本時間12月24日に収録をした動画で、1月2日に配信をされたものになっております。で、先ほども言ったようにですね、すごく長い動画なので、5回に分けて私はご紹介しておりまして、今回は3話目になります。はい、それではどんどん、本題に進めていきたいと思います。その前にティンカーズチャンネルの番組の趣旨のご説明だけさせていただきたく思います。どうぞ。ティンカーズチャンネルの番組の趣旨についてご説明させていただきます。ティンカーズチャンネルでは皆さんに考えていただくきっかけとなる情報を提供しております。海外からの情報だったり、日本ではあまり報道されていないことだったり、スピリチュアルなことだったりをお届けして、皆さんがそれについて情報精査を個々でしていただいたり、考えていただくきっかけになればと思っております。ですので、ティンカーズチャンネルではこれが正しいんだよというように皆さんに答えというのを提示しているわけではございません。答えは提供しておりませんので、何事もご自身で疑っていただき、いい意味で疑っていただき、情報精査をご自身でしていただく、自分なりに考えて答えというのを模索していただきたいというふうに思っております。この考えるプロセスというものこそ自分軸をしっかり持つことにつながっていくことだと私は信じております。皆さんの考え、直感というのは宝物だというふうに思っております。自分の直感を磨いてお互いに成長していけたらいいなということで始めた番組になっておりますので、皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。はい、そういうことです。そうなんです。答えは提供しておりませんので、ご自身でですね、考えていただく、ご自身の直感を使っていただき、そしてご自身で情報精査をしていただいて、答えをですね、求める方いらっしゃいます。私もね、答え知りたいなって思います。おそらくね、それは人類の差がなんじゃないかなって思うんですけれども、ですが、今のこの時代、もう2024年風の時代に突入する、2月からなんですけれども、風の時代というのになっていくさなか、やはりですね、スピリチュアルなことというのをご自身で感じることができるようになるのが一番時代に合ってるんじゃないかなって私は感じています。で、そんな中、やはり今まで死後かもしれないですけれども、テレビっ子というふうに、ね、呼ばれていた時代もあるじゃないですか。もうテレビばっかり見てテレビっ子みたいな。やっぱり私もですね、やっぱりテレビで育ってきた世代ですね。小さい頃から結構毎日テレビ見てました。で、今は逆に私今タイに住んでいて、タイのテレビが理解できないのでということもありますし、わざわざ日本のテレビを見れるようにしてもいないので、テレビは見ないです。で、そして日本にいた時もやはりね、海外行ったり来たりしている生活が大人になって多かったので、
テレビをね見なくなったんですよね、大人になって。でいろんなやっぱりね世界をこう回って生活していく中で、やはりねこう自分の殻からこう一歩出て、今までの常識というのを破って、こう心をねオープンにして相手を理解するということがすごく必要なんだなという経験をたくさんしましたので、そういったことでおそらく私のきっかけはそういう海外に行って帰ってきて、行って帰ってきてっていうことで、こう行っては何かを気づかされ、帰ってきてはそれを反映しようというふうにこう思ったりとか、そういう感じだったので、テレビをこうたまにねこう見たりすると、なんか凝り固まってるんじゃないか、なんでこういうふうなこと片方のことしか言わないんだろうとか、あとなんでこの人すごい人気なんだろう、全然面白くないのにとかさ、理不尽なことってあるじゃないですか。なんか今敬語じゃなくてタメ語になっちゃったんですけども、そういう私個人の範囲の話なので、共感される方と、いやそれちょっとおかしくないっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないですけども、人それぞれだと思いますので、必ずしも一つの家庭一つの、そういった現象というのが正しいとかそういうのは私はないと思いますので、その人その人のタイミングですとか、その人の生き方、その人の価値観、その人の考え方っていうので徐々にですね模索して生きて、何かを気づけてたらいいかなっていうふうに皆さん思っていると思います。なので、そういったことで答えを私は提供しておりません。私たちって私しかいないんですけども、私は提供しておりませんので、そういったことで考えるきっかけを提供しているだけなので、もちろんジョセフさんの言ってることも 100% 正しいってことはないので、彼の考察、彼の価値観、彼のスピリチュアリティでこうお話をしていること、そしてそのね参考にしているニュースというのも必ずしも正しいかどうかはわからないです。その答えかどうかもわからないです。なので、そういった情報を聞いてあなたがどう思うかというのを、考えるきっかけっていうのになっていけたらなっていうふうに思っているだけです。はい、長くなりましたが、そうですね。はい。番組のチャンネル登録していただいている方、いつもありがとうございます。そしてね、コメントをいつもいただいている方、もう本当に嬉しいです。ありがとうございます。もうたくさん見ていただいているんだな、たくさん考えていただいているんだなって、それでね皆さんに意見をシェアしていただいているっていうのはね、本当に私素晴らしいなっていうふうに思ってます。はい。で、皆さんも自由にコメントをしていいのでしていっていただければと思いますが、やはり皆さんをお互いをリスペクトでできるような、そういった言葉遣いですとかアプローチの方をお願いしたいと思います。なるべく、平和に過ごしたい私ティンカーでございますので、平和の心を持って皆さんよろしくお願いいたします。はい、それでは本題に入っていきたいと思います。今回のその2024年世界予言のその3になります。まず一発目、注意が必要なエリア。注意が必要なエリアって何のことっていうことなんですけども、やはりね天変地異が起こりやすくなるということで、ジョセフさんがおっしゃっているその注意が必要なエリアというのを予言をなさっていらっしゃいました。2024年もハワイは、とても活発な動きをするというふうに予言をしていらっしゃいまして、そしてもちろんその他の場所も注意が必要なエリアがありますということです。ジョセフさん曰く、去年に引き続きですがハワイ、カリフォルニアは地震などに注意が必要です。特に4月5月が危険そうですというふうにおっしゃっております。このカリフォルニアに関しては、来るぞと結構前から言っていらっしゃるんですけれども、やはりねいつ来るかというのは神のみぞ知るじゃないですけれども、おそらくね古代の日本人は予測できたのかもしれないんですけれども、わからないみたいですね、ジョセフさんは。なのでエネルギーの動きとかそういうのを見てジョセフさんは目処を立てているみたいです。危険信号が出ている日本。お米の国の地域の発表の直後に出たのが日本です。そして東京
ということなんですよね。ジョセフさん曰く、日本は3月4月が危険そうです。北部の豪雪での雪が溶け、地盤が緩んだり、東京が洪水になりそうです。ちょっとイメージしづらいですけれども、その北部、日本列島の北部のことを別として考えていて、別にまた東京で洪水になるのか、それともその東京の北部でその雪がすごい降っていた時があって、でそれが急激に溶けて地盤が緩んで、どーっとこう鉄砲水のように東京にこう水が流れてきて洪水になるのか、ちょっとね詳しくは分かりません。詳しく言っていらっしゃらなかったので、ティンカーの方は私ちょっと想像しているだけなので、詳細は分からないんですけれども、今後の予言の方でまたアップデートがあるかもしれないので、その時まで皆さん注意深く予言聞いていただければと思います。記録的な雷、規模も数も雷はもう記録的に発生するとジョセフさんは予言しています。ジョセフさんがおっしゃっていたのが、世界中でですが雷は見たこともないような規模で起こりそうです。何度も何度も雷が落ちてきます。そして雷は火を起こします。電気がビリビリと大規模に渡り渦巻いているような天候で、見たこともないようなビジョンでした。これはビジョンのことを説明していらっしゃいました。で、世界のどこかは分かりませんが大規模火災が起きます。ジョセフさんはですね、サイキッカーなので投資ができるんですね。投資というのは、瞑想などをして、宇宙ですとかそういった、ハイヤーセルフかなんかにコンタクトをして、その映像が見えてくるので、その今映像がそういう感じだったよということなんですね。この映像に関しては映像をやはり見ているので、見ているものが実現するというのはジョセフさんはすごくそれで有名なので、いつかのタイミングで起こるかもしれないです。2024年は火、水、そして土、地球ですね、それがテーマの年らしいです。で、詳しくはね、今画面に載っているブログ会でご説明しています。で、今まだね動画作ってないので見れないんですけれども、動画ができたらブログの下の方に動画載せておきますので、動画がいいよという方は動画で見ていただきたいんですけれども、ブログの方が詳しくお話は載せています。なのでこの3作ですね。一つがアセンションの時来たり、覚醒とカオス、これが、1作と、あとは、117回目の空に起こることで、82話目の、水と火が巻き起こすカオスという回で、この2024年はこれからは火と水がテーマだよって、今年になって土もやはりテーマだよということをおっしゃっております。火、水、地球がテーマの2024年。そんなところでどういった年になるかというのは、ジョセフさんがおっしゃるには、そのことから噴火、地震、特に洪水は今まで以上の規模で起こるでしょう。そして火災も去年より大規模なものになります。ハワイで何が起きたのか皆さんお分かりですよね。あれは最後ではありません。これからもそういったことが起こり得ますよということをジョセフさんは皆さんに警鐘を鳴らしていらっしゃいました。今年も人の手によって起こる災害、そういったものが起きてしまうということを予言しているようだったジョセフさんなんですけれども、闇の支配者らによる悪事というのは後にバレるという予言もしていらっしゃいます。いつのタイミングでどうバレていくのかというのはちょっとわからないですけれども、早くバレてほしいですよね。それは皆さん、私の番組見ている方、特にそういうふうに思っていらっしゃると思いますので、皆さん平和を祈りましょう。中の国に関する予言。中の国というのは赤い国ですね。隠語にさせていただいてますけれども、記憶に新しいのは去年白い大きな気球のような飛行物体がお米の国の上空を飛行していた事件ありましたよね。
お米の国というのは、カナダの下の国になります。でもはや茶番でお米の国自ら飛ばしたんじゃないかという説があったりですとか、中の国と共謀してやった説とか、そういったいろんなね憶測がいろいろあるんですけれども、結局のところお米の国が撃ち落として、一件落着というような感じにして、あの話題はちょっとね薄れていった感じで、結局何だったのかというのはあまりねお話しされなかった、報道されなかったんじゃないかなって思います。ジョゼさん曰く、今となっては中の国の人民が移民としてどんどんお米の国、そして UK やフランスに入国してきている状況です。しかし中共が直接サポートをして移民を促しています。しかも若い男性ばかりが入国している奇妙な状況ですというふうにジョセフさんはそういった部分にね目を向けていらっしゃいました。でそういった中にどんどん侵入してくるということをジョセフさんは警戒しているみたいなので、それが何かにつながるのかもしれないというのを、もしかしたらジョセフさんはサイキッカーなので知っていらっしゃるかもしれないんですけど、そう言われるとスパイのような人がどんどん入国してきていると考えてしまうんじゃないかなって思うんですけども、私はちょっとねそういった予感がしちゃうんですけれども、そして、中の国だけではなく中の東の過激なグループの人たちが移民をしてきていることを防げない、塞がないのか、そういった謎の状況っていうのがあるので、お米の国がわざとやってるんじゃないかって思っちゃうんですけど、皆さんこの問題に関してどう考えていらっしゃいますか？どう感じますか？そういったことも考えたいですよね。5カ国に移民させている。ジョセフさんのスピリットが教えてくれているのは、中の国は少なくとも世界5カ国に集中的に移民をさせている状況だというふうに教えてくれているそうです。ジョセフさんおっしゃるには、潜伏させるため中の国は世界の主に5カ国に使いを入れている状況です。将来必要であればその人たちを使うためでしょうと言っているんですよね。そのスピリットがそういうふうに言っているそうです。でジョセフさんがおっしゃるには、私の考察では、それはタイの湾を攻め入る時のためなんじゃないかなと思うんですというふうにおっしゃってました。2024年は辰年です。そのエネルギーをうまく使うために準備をしていることが考えられます。確かにね、2024年ってどういう年というのをね、その1でお話ししていらっしゃったんですけれども、辰というのはやはりエネルギーが大きくなる、人々に力が戻ってくるということは、その上の方の人たち、闇の支配者の人たちにも力が入ってくるってことは、闇の支配者らはエネルギーの使い方とかそういったエネルギーの動きを理解しているので、そういったエネルギーをどんどん使ってくる。特に辰年という文化を持っている、干支の文化を持っている中国では、そういった積極的な動きが出るんじゃないかというふうなお話をしていらっしゃいました。で詳しくまだ見てない方は、その1を今画面に出しているので見ていただきたいです。画面に載っているその1は概要欄の方にリンクを載せておりますので見てみてください。日本との緊張感が高まる。ジョセフさんは軍事的な事柄で中の国と日本の間に緊張感が生まれると予言しています。これは2024年の予言なんですけれども、ジョセフさん曰く2024年後半から2025年全般に起こりそうです。その問題の一つはタイの湾に関してでしょう。日本はタイの湾をバックアップします。ニュースでも言ってますし、そうなんだと思うんですよね。台湾有事は日本有事だっていうふうにね、総理大臣言ってましたし、はい、そういったことになるかもしれないという予言です。ウの国についての予言。ウの国は今、ロの国と戦をしているね、あの国分かりますよね、ウの国って。で2024年はウの国の戦いは徐々に後退していくでしょう。ウの国は終わりが近いとおっしゃってました。ウの国って何ってわからない方は、今回のねブログの
今回のブログのリンクを概要欄の方に貼っておきますので、概要欄にこう行っていただくと、今回のね予言その3のリンクあります。でリンクで飛んでいただいて、一番下、ブログの一番下にですね、脚注ありますので、そこで詳しく隠語の説明というか、隠語がどういう意味なのかっていうのを載せてますので見てください。消えるリーダー。朝鮮戦曰く、ウの国の現大統領は急に消えます。もしかしたら命が尽きてしまうのかもしれません。動画内でジョセフさんが表現していたのが、ポン、もうシュッっていう感じで、もなんかマジックのように消えちゃうというふうに言ってました。そういうイメージを見たというふうにおっしゃっていたので、それがどういった原因でそうなるのか、本当にそうなるのか、それがおそらく抽象的なことだと思うんですけれども、消えちゃうらしいです。あんなに日本はお金を寄付してしまっているにもかかわらず、水の泡になってしまうのか、これからね、本当に最近寄付したばっかじゃないですか。またね、これからすぐいなくなっちゃうとすると、そのお金は何に使われるのかって話なんですけども、はい。それもこれもね、全て計画されたことなんじゃないかなって私は思います。中の東の戦について、ジョセフさんおっしゃるには、イ〇〇 L、この〇〇の中にはスラですね。で、浜の巣を、浜の巣っていうのは脳を抜かして読んでいただければと思いますけれども、撃退することを掲げて戦を始めましたが、逆の結果になるとジョセフさんは予言しています。去年10月7日に始まった戦ですね。ジョセフさん曰く、最初に公然に掲げていた目的とは逆になっているようです。過激なグループを煽り、そのグループは成長してしまっています。前から予言しているように、スピリットが教えてくれているのは、過激なグループ数グループが一丸となり一つのグループを形成しているという事態です。一致団結して一つの新しいグループを作っている、そういった手の炉がいるよということをジョセフさんは予言しています。目的はイ〇〇 L を撃退すること。今までは対立していた数個の中の数個の中の東の過激なグループたちなんですけれども、今となっては同じ目的、打倒イ〇〇 L というのを掲げて一丸となり始めているという状況のようです。ジョセフさん曰く、この状況は2024年後半になると見えてきますが、2025年にメインに動いてくるでしょう。で、この過激なグループが一丸となる予言なんですけれども、結構前からしておりまして、今画面に出ている4話でお伝えしています。で、その過激なグループが一丸となっているっていうのは、もう言ったそのままなんですけども、いろいろいるじゃないですか。他の番とか、あとね、浜の巣もそうですし、IS イズとか、ちょっと隠語で言うしかないので、ちょっと説明しにくいですけれども、このね、ブログ、今画面に載せている4話を読んでいただければちょっとわかるかなって思いますので、察してください。すいません。サイバーアタックの予言。これに関してはこれから大きく動くとジョセフさんは予言しています。特に終わらない週末という映画、去年ありましたけれども、それで描かれていることがまさに予測だとして考察されている方多いですよね。ジョセフさんもその一人で、サイバーアタックは今始まったことではありません。しかし予測などを出して人々にこれらが起こるということをわざと見せて刷り込みをしていますね。2024年はサイバーアタックは大きな問題になるでしょう。 AI も使ってくるでしょうというふうにジョセフさんは予言をしております。人のせいにする。サイバーアタックが発生すると、中の国やイ〇のせいにする誰かがいるよというふうにジョセフさんは予言しています。
それでは、他の国がやるということなのかということがちょっと考えられますけれども、ジョセフさん曰く、もちろんこれら2カ国が仕掛けたものもあるでしょう。しかし全部ではありません。そこをイ・マルンへの攻撃として彼らのせいにすることで都合の良い風潮を作るのです。闇の支配者らは何としてもイ・マルンとの戦を作り上げたいのです。過去にもね、なんかそういった方法でいつも戦始めてますけども、このお米の国はね、日本の国のあれもそうですよね。日本のパールハーバーも、ね、実はあれ本当は日本は電報を送っていた、その戦争宣言といいますか、開戦というか攻撃するよっていうのを電報で送っていたにもかかわらず、陰謀があってそれが伝わんなかった。でそのタイミング悪かった時に知ってたと思って攻撃したら全然知らない不意打ちになっていて、日本が卑怯だというような演出がされてしまった。そこでどんどん戦が盛り上がってしまったという演出っていうのがあったかなかったか、そういった話もあります。信じるか信じないかはあなた次第ですっていう感じなんですけども、そういったね記録もあるそうなんですよね。そのなんていうのかな、やり取りの本当に電報を送っていた、この時間に電報を送っていて、この時間には届いていたはずなのに、そこには誰もいなかった、パーティーをしていて誰もいなかったという状況。じゃあ誰がパーティーをね仕込んで誰もいない状態にしたのかというところが怪しすぎるなという話ですよね。はい。戦イコールお金、これは定説ですけれども、ジョセフさんが今回の配信で強調していたのが、イ・マルクと戦が始まることでさらなる富を築くことができる人たちがいるということ、それを闇の支配者らが望んでいるということなんですけれども、予言ではなくても私もそのような印象を受けています。みんなもきっとねそうだと思うんですけれども、またねお金のために戦を始めていくんだな、そういったこともこれからあるんだろうなっていうことはちょっとね容易に考えられる時代になってるんじゃないかなと思います。 EV 車がハッキングされる。具体的なアタックとしてはジョセフさんが予言していたのが EV 車がハッキングされるというものです。ジョセフさん曰く EV 車がハッキングされインフラで事故が起こります。例えばお米の国は自らそれを企てて他国のせいにしたりします。またやってますねっていう話なんですけども、ジョセフさんの予言ですけれども、またそういうやり方でやるっていうのがジョセフさんには見えてるのか、それが起こるかどうかは分からないですけども、そういった予言があります。誤作動を起こす EV 車。映画終わらない週末ではテスラの車が誤作動を起こして大変なことになっていたシーンが描かれていました。その終わらない週末見ていないという方はネットフリックス契約している方であれば見れると思いますので、ぜひね見てみてください。宣伝 見なくてもいいです。なんか見るとねやっぱり話題になってなんかの刷り込みされても嫌なので見なくてもいいですけども、そういうシーンがありました。なんかやっぱりねハッキングなのでテスラがどんどん同じ方向に走っていって、その道路がどんどんテスラで埋まっていって、通行止めになっちゃうみたいな、実質上の、そういうシーンがありました。で道は使わないから行けない、逃げられないみたいな、そういう話ですね。ジョセフさん曰く、確かにテスラにも問題は起こりリコールなどが生じますが、テスラ社だけではなく、他にも起こるとスピリットが教えてくれています。最近ねトヨタが結構アタックされてますよね。ダイハツ問題もありましたし、ダイハツはトヨタの傘下じゃないですか。あれもね悪いことをしてたっていうのが出てきたっていうのだけではなくて、はめられたんじゃないかって私はちょっと見ちゃいます。このタイミングでなんでトヨタだけアタックされるのかなという気はしてしまいますけれども、ちょっと詳しく私まだ調べてないので何とも言えないですけども、印象的には直感的にはなんか嫌な匂いするなっていう感じはしました。皆さん知ってる方いらっしゃいましたら
ぜひコメント欄に書いていただいて、皆さんにね考えるきっかけというのを与えていただきたいんですけれども、私にも教えてくれればありがたいです。自動運転システムがついているということを考えると確かにゾッとしますよね。勝手に車が動く可能性がいつもありますから。でもしも車の中に閉じ込められた状態で高速で走る車が勝手に暴走したらというふうに考えているとちょっとね怖いですよね。自分の命をねこの無人の機械に託せるのかっていうふうに考えたら、ちょっとそれもなんか考えもんですよね。橋が勝手に動く。そして機械で開閉する橋など、こう開いたり開いたり閉じたりする橋あるじゃないですか、ブリッジ。そのシステムもハッキングされるというふうにジョセフさんは予言しています。ジョセフさん曰く、道路の橋が勝手に開いたり閉まったりするという動きがあり、橋の上にいた乗り物が被害に遭ってしまいますというふうに予言していました。ハッキングに関しては今年から2025年にかけて多く起きると予言をしていらっしゃいます。ただ明確な時期というのを当てるのは難しいので、ジョセフさんの予言の更新情報をね頻繁に聞いてみたり、ご自身で世界の動向とかニュースとか、そういったものをね予言とかを照らし合わせて考察したり直感を使ったりして予測ができるように考えてみてもいいんじゃないかなって思います。私もねまだまだ全然未熟ですけれども、そういう能力がねもっともっと開発できたらなということで、ちょっとずつ努力してます。電車が暴走する。地下鉄や鉄道が暴走するビジョンを見たとジョセフさんはおっしゃっています。これは前もねそういった予言があったと思うんですけれども、ジョセフさん曰くこれはサイバーアタックとつながっているのかもしれません。ヘリコプターがその列車を追跡している光景も見ました。何かのバリケードのようなものに衝突するみたいです。そのバリケードには列車の走行を遅くするために設置されたようなものみたいですというふうにおっしゃっていて、そこでビジョンが終わっちゃったらしいです。その光景が何かの映画に似ていたとジョセフさんはおっしゃってたんですけども、そのバリケードは走行を遅くするためだというふうに言ってるんですよね。先頭車両に乗っている方々はもしかしたらもう助からないかもしれないというふうに予言してました。ただ地下鉄と地上の列車2件で何かの事故が起こるというふうにジョセフさんはさらなる予言をしていらっしゃるので、皆さん電車に乗るときは怖がらず乗っていただきたいんですけれども、日本は特にですね。ただ先頭車両とかどうなんだろうなって思います。事故じゃなくてもその車両が事故に遭わなくても、先頭車両って一番先頭が見れるじゃないですか。なんていうの、車掌さんが運転している光景が見えるじゃないですか。で窓から線路が見えたりして、で私がね小さい頃、私はそこにいなかったんですけれども、母が教えてくれたのが、先頭車両にね私の弟が小さい時にね電車が大好きだったので、先頭車両に乗って景色が見たいと、車掌さんが運転しているところを見たいということで乗ったんですけども、それでねその前の電車が人身事故を起こしてしまって、でちょうどねその直後のところにたどり着いちゃったんですよ、電車が。でもう変な話ね、本当にこのボディとかがまだ見えちゃってるという状況あったらしいので、小さい子をお連れの方っていうのは先頭車両はやはりね1日1件ぐらいも人身事故あるような時代なので、もしかしたらね見せない方がいいかもしれないって思っちゃいます。そういうこともあったりするので、頻繁に乗っている方、特に小さい子を毎日先頭車両に乗せるっていうのはちょっとねトラウマ化するかもしれないので、覚えておいていただきたいです。はい、そういうこともね本当に今でもね忘れられないって母が言っていますので、はい、そういう
そういったことで、それと全然関係ないんですけれども、先頭車両はそういった意味でもそんなねセーフではない、安全ではないと私はこう感じるので、普通に先頭車両じゃない車両でいいんじゃないかなと思います。 SUV や乗用車などがドッカンする。駐車場でドッカンしているビジョンをジョセフさんは見たということなんですけれども、ジョセフさん曰く、車がドッカンして燃えている光景を見ました。これは EV のバッテリーなどが原因のようです。スピリットが言うには、今年はバッテリー発火など問題が大きく報じられると教えてくれています。特に犠牲者が出ることによってメディアが大々的に報道するでしょうと予言しているそうです。車がドッカンしているビジョン。車がドッカンするビジョンをね結構見るということなんですけども、配信中に、ビジョンをもう一度見ているようだったジョセフさんなんですけども、それを説明していらっしゃいまして、一つの事件は大きなビルの外で起きていて、黒っぽい SUV です。ターゲットはビルのようですけれども、ドッカンは起きていないようです。未然に防げているのかもしれませんということを皆さんにシェアしていらっしゃいました。シカゴで別件か。車関係の件で別件かもしれませんが、シカゴが浮かんできたとジョゼさんはお話ししています。シカゴでは車がドッカンしています。一連のドッカンで車に関してお米の国では問題になっていきます。そのドッカンが車に関して連発することで、車やばいんじゃないかっていう風潮がこう出てきちゃうっていうふうにジョセフさんは予見していらっしゃいます。イーロンに対する攻撃。一連のテスラ社の問題をフィーチャーする過激報道はイーロンへの攻撃だとジョセフさんは感じているようなんですけれども、ジョセフさん曰く闇の支配者の中にはイーロンが邪魔だと考えている派閥もあるようです。いろいろなスキャンダルをこれから出すでしょうとおっしゃってました。この間ね薬物問題出ましたよね。もうあれも多分攻撃の一環だと思うんですけれども、そういうことがどんどん起きていくよというふうにジョセフさんは予言していらっしゃいます。しかしジョセフさんはそのイーロンが必ずしもヒーローだとは思っていない。その闇の支配者のその派閥の一部だとはおっしゃっておりました。2024年フランスは問題が続発。2024年に関してはフランスはたくさんの問題が起こるとジョセフさんは予言しています。これは去年からねフランスこれからやばいんじゃないかというふうに予言していらっしゃいます。で、エッフェル塔の問題。このエッフェル塔の問題も何度もジョセフさんが警鐘を鳴らしている予言なんですけれども、ジョセフさん曰く何回も言いますけれども、スピリットが見せてくれているビジョンではエッフェル塔が傾いていました。これはおそらく比喩的な意味合いがあると思います。エッフェル塔にまつわる何かが倒れるのかもしれません。何かの手の論的なことが起きてしまうのかもしれません。その詳細はわからないですけれども、エッフェル塔にまつわる何かが起きてしまうのではないかというジョセフさんの予言です。フランスは移民を受け入れて、問題になっている国の一つではあるんですけれども、もしかしたらそのアタックを準備している人たちが入ってきてしまったのかもしれないのではないかと私は思います。スピリットが言うには、フランスは大きな代償を払うことになりますと言っていたそうです。このエッフェル塔に関する予言何個もあるんですけれども、その中4つね、私がピックアップして今画面に載せています。この4つですね。で、どの回でも言っているんですけれども、その比喩的なお話かもしれないという言っているのと、もしかしたら本当にエッフェル塔がアタックされてしまうかもしれないということを言っていたりすることもあるので、そういう時もあったので、ちょっと詳しく皆さんチェックしてみてください。スポーツイベントに注意。特にですけれども、スポーツイベントに注意が必要というふうに予言しています。以前スタジアムで何かが起きると予言していましたよね。ジョセフさん曰く、たくさんの人が集まるスポーツイベントでのドッカンの影響がフランス周辺諸国に広がっていく感じがしますとおっしゃってました。
プラハ、イタリアのどこかでも読感するとのメッセージ。配信中なんですけども、ジョセフさんはそのフランスでの読感に関してスピリットからメッセージを受け取っているということなので、それを言いますね。ジョセフさん曰く、プラハでも車両の読感が起こるとスピリットが教えてくれています。そしてイタリアでも。イタリアの場合は事故でしょう。しかし小さい車であるものの読感は大きいですとおっしゃっておりました。イタリアはね、ピサの斜塔も歪むというか倒れるんじゃないかというのを前回のその2でおっしゃっていたので、ちょっとそこをね関連しているかどうかはわからないですけれども、何かが起こるみたいです。でその何かが起こるタイミングというのはちょっとわからないので、今後のね予言のアップデートをチェックしつつ、ご自身でも考察してみてください。2024年医療業界にミラクルが起きる。2024年の世界予言保存版その1でおっしゃっていたことは、今回は、今年はですね、おっしゃっていたことは、今年は無限の可能性を秘めている年であるということ。何も悪いことばかり考える、そういった悪いことばかりに怯える必要はないというふうにジョセフさんはおっしゃっていて、全ては我々個人個人の心次第だということを教えてくれていました。不治の病の治療法が見つかる。ジョセフさん曰く、8波動である2024年は無限の可能性を秘めています。スピリット曰く、科学や医療などの分野では今までに隠されてきた発見、治療法などがリークされて世界に広まるでしょうとおっしゃっておりました。最初はお金持ちだけに与えられる。そのいくつかの治療法の中のそのミラクルなんですけども、最初のうちはお金持ちだけに使われるそうです。ジョセフさん曰く、最初のうちだけですが、その治療はお金持ちだけに与えられます。がん予防になるとされる枠の鎮なども発表されます。しかしスピリット曰く、中には長期的に健康被害をもたらす薬品もあるそうです。この枠の鎮に関しては私は基本的に信用はしていないので、私はノーサンキューなんですけども、それだったらお金持ちにね先に試してもらってどうなるかを様子見る余裕があると思えたら、ポジティブなんじゃないかなと思います。どんな治療もね見極めが大切だと思いますので、急がずね、急ぐ気持ちがやっぱりね病をこじらせるとあると思うんですけれども、流行る気持ちをね冷静に抑えて、どういったものなのかっていうのをリサーチしたりとか、その実際に使えているお金持ちたちがどうなっているのかっていうのをちょっとチェックするとか、そういったことも必要なんじゃないかなって思います。メドベッドの予言、なんと私個人はね疑っていたメドベッドの存在なんですけども、これはジョセフさんのスピリットは存在すると教えてくれているそうです。ジョセフさん曰く、人々が知っているであろうメドベッドの存在、スピリット曰く、ピラミッドの上の方の家族、社会構造のピラミッドの一番上の方の人ですね。その家族はあるベッドを持っていますが、それとは違うようです。それは世には出てこないというふうにスピリットは言ってます。しかし別のタイプのメドベッドが2030年代ぐらいに世に出てくると教えてくれていますとおっしゃってました。今からあと6年以上後に出てくるんじゃないかというふうに言ってますね。ジョゼさんが予言しているのは2032年に新しい地球、新地球になるということなんですよ。それと並行してメドベッドが出てくるのかもしれないというふうにジョゼスさんは自分なりに考察をしていらっしゃいました。製薬会社はカルマを払う2024年。そんな素晴らしい喜ばしい暴露により、製薬会社は今まで築いてきたカルマを背負う。そしてしっぺ返しがやってくるとジョセフさんは予言しています。ジョセフさん曰く、2024年ビッグファーマー、これは製薬大企業ですね。大企業の製薬会社はしっぺ返しに襲われるでしょう。今までの嘘、はったり、騙しなどによりたくさんの命が奪われたことに対して責任を問われます。
何兆円もの賠償金を払わなければならなくなるでしょうとジョセフさんは予言していらっしゃいました。今回は以上になります。その3いかがだったでしょうか。ドッカンですとか中の東の国々の状況が気になりますけれども、最近では私気になっているのがホルムズ海峡の問題です。ホルムズ海峡わからない方は地図で見ていただきたいんですけども、中東のところにあるホルムズ海峡なんですね。個人的にドキドキそわそわしてるんですけども、これが封鎖されてしまうと、今ねイマルンに攻撃したりしてるじゃないですか、お米の国とイギのリスが。でそれで風刺派だっけ、過激なグループがねこう暴れ回っているということを言って、じゃあ一旦ホルムズ海峡閉鎖だとか、それかやっぱりまた罠にはめてドッカンさせてホルムズ海峡が使えなくなりましたとか、そういうのにして封鎖されるとなると、日本のみならず世界中に物の物流の悪循環が生まれると予想されてます。で特に輸入に頼る日本はそのホルムズ海峡を使ってエネルギー資源を供給してもらっているみたいなんですね。物流がそれを使って日本に回ってきているみたいなので、そこがやられたら本当に大変になると思うので、私はそれがすごく気になってます。で比較的その閉鎖はないだろうというふうに予測していらっしゃる方がいるんですけど、私は多分閉鎖されちゃうんじゃないかなって思います。今の動きを見ているとちょっとそれはね、私のちょっとティンカーの憶測なんですけども、それと予告映画終わらない週末でも書かれていたサイバーアタックというのもありますし、それに付随して EV 車の問題というのもあったりするので、その3だけでも、盛りだくさんな内容だったんじゃないかなって思います。これはね1年を通して、読み返して、リキャップしていただきたい回なんじゃないかなって思います。一番の希望は不治の病の治療法ですよね。それも中には危険が伴うものもあるみたいなので、考える力ですとか直感力が求められること、間違いなしな状況になるのではないかというふうに私は見ています。はい、さあ次回はですねその4になりますので、絶対に予言の回になりますので、絶対にお見逃しなく。それでは今日も見ていただきましてありがとうございました。いいなって思っていただけましたらグッドボタンで高評価の方よろしくお願いいたします。グッドボタンを押していただくことで私の動画が他の人にもね見えやすく閲覧しやすくなるみたいなので、どうか応援したいというふうに気持ちを持っていただけるのであればよろしくお願いいたします。そして予言続いていきます。まだまだ、いろんな予言とか見ていきたいよという方はティンカスチャンネルのチャンネル登録をよろしくお願いいたします。で私不定期で番組投稿してますので、動画投稿してますので、もしよろしければベルボタンで通知の設定の方よろしくお願いします。はい、それでは Thank you very much for watching. Thank you very much for listening. Tinker's Channel でした。それでは次回の放送までお待ちください。See you next time. Bye bye. Much love. ありがとう。